ミルトンチャンネルです。今日は FRP キャンピングシェルの型を2日で作ってみました。その完成した型がこちら。今回はパネコートという FRP をきれいに離型できる板で作りましたが、バンクの曲げ加工も想定より簡単きれいに仕上がったのでめっちゃ楽しかったです。今日は以前作ったキャンピングシェルの模型で FRP の施工がうまくいったので実際の型を作っていきます。今回型の材料に選んだのがこのパネコートというコンクリートの型枠用の板材。これはホームセンターによっては2種類あったので色違いのものを3色購入しました。この違いは木材の材質によるものらしいですが、型としては両方とも問題なく使えるようなので、実際の FRP を施工した際に離型で違いが出るかもチェックしていきます。またホームセンターでのカットにあたっては、以前の動画でご紹介したスケッチアップとキャンバというソフトを使って設計図を詳しく書いていたので、それに合わせてミリ単位でカットしてもらいました。これをやっておくと作業が格段に早くできます。ホームセンターでのカットには40分程度時間がかかりましたが、これだけの量をわずか40分で切ってもらえるのでめっちゃ早いです。はい、パネコートを買って持って帰ってきました。こんな感じで見ていただくとそんなに量がないように思うんですが、これだけで約150キロあります。結構重たいです。これからこれを元に組み上げていくんですが、あらかじめこのようにパソコン上で作っていた設計図を元に組み上げていきます。この設計図には細かくサイズも採寸してあって、このように回転させたりすれば一目でどの部分を組み上げているか分かるような状態になっています。この作業は慣れてしまえば1時間程度でこの設計図を書けるんですが、逆に言うとこの作業さえやってしまえばパネコートの切り出しはめちゃくちゃ簡単になります。ではパネコートを組み上げていきます。はい、こんな感じでパネコートが分からなくならないように表面にも裏面にもこのようにサイズを全て書いておきました。こんな感じでサイズを書いておくと組み上げる時に失敗がなく組み上げられます。これをやっとけば踏み間違いがないので作業が早く終わります。こんな感じで軽トラの背中の面を使ってビスを打っていくと簡単に出ます。こんな感じで隙間が空いているのでこちら方向に押してビスを打っていく必要があります。でこんな感じでビス打ちをすることによってここに一切の隙間なくこの金具とこの板同士を接合することができます。軽トラの上に板を置いてどんどん組み上げていきます。この作業はとても地味な作業ですが、板を並べて電動ドライバーでビス止めするだけなので超簡単です。ここまでの作業なら2時間もあればビス打ちが完了します。むしろ大変なのはこの軽トラの荷台から型を下ろす作業。この型一つで約50キロ弱あるので重くて結構大変です。下ろせました。よかった。いや、この作業が一番辛いんですよ。これ辛いんで、でももう2つ下ろせたんでなんとかなりました。この型枠の移動はアルミパイプを使って動かします。こちらの型枠にもアルミパイプを入れているので移動が簡単です。ある程度移動したらアルミパイプを再度引いてあげるだけで力がなくても簡単に移動できます。この天井部分の板は軽トラの荷台に登って天井を張っていきます。はい、それでバンク部分のこの部分に板を張っていかなければいけないんですけども、ここを浮かせて自分一人で固定するのはかなり至難の技だったので、こんな感じで机と折りたたみの椅子と、あとはこの高さ調整の木材ですとか、こういったものを重ねてこの部分に貼っていきます。でこの板を持ち上げて固定していくんですけれども、この部分でこのクランプで固定しようと思います。
クランプで固定した後も焦ってこのビス止めがスムーズにいかないのが嫌なので、このようにあらかじめこの金具をビス打ちしてここの部分にセッティングしてあります。こんな感じですね。でこの一番上のこの部分がまっすぐになっているかっていうのを手でこのように確認してからクランプで留めていきます。はい、こんな感じで仮止めができたので、こういった部分をビス打ちしていきます。はい、こんな感じできちんと固定することができました。こちら側から見てみてもこれを外しても一応落ちてこないような感じになっています。でビス打ちをそれぞれしているので結構がっちり固定できています。では次にこの部分に横のバンクの底板を通します。先ほどと同じ要領で椅子とこういった木材をかさ上げに使って、そしてこの部分にやはり金具を先に仕込んであって、この上に乗せてこのバンクの底面を取り付けていきます。でこんな感じで微妙にはみ出ているので、ここを手でぴったり合わせて微調整してから、このように養生テープを貼ってずれないようにセッティングしました。これで裏からビス止めすることができます。バンクの側面の部分と底面の部分を貼りました。はい、このバンクからこの部分なんですけども、一度この軽トラの上に乗せてみたかったんですけれども、ちょっと一人では持てそうにないので、めちゃくちゃめんどくさいんですけど、先ほど取り付けたこのバンクの部分を全て一旦取り外して上に乗せて、さらにここで組み上げてみたいと思います。これらの作業2人以上で持ち上げればめちゃくちゃ簡単なんですが、私は1人で作業をやっているので、ミニテーブルを利用して肩枠を軽トラの荷台に乗せました。ではこの部分に側面の型を作っていきます。こういった少しずつ組み上げていくやり方は結構めんどくさいのですが、キャンピングシェルの完成形をイメージしやすいので、あえて小分けにして組んでいます。はい、それで軽くビス止めをしてみたんですけども、この部分をこのように丸くカットしていこうと思っています。でこの曲げた曲線を描いていかなければいけないんですけども、前回溶接の動画の時に作った針金を今回も作って、この部分に曲線を転写したいと思います。使用する工具は電動ドリルと 3.2mm の亜鉛メッキの針金、それに大型のペンチかクリッパーを使えばカットできます。通常こういった針金はまっすぐにするのが結構難しいんですが、適当な長さでカットしてあげて、これを一旦まっすぐにして再度曲げ加工していきます。この針金はこういった部分をまっすぐにするのがかなり労力がかかってしまって、結構綺麗な曲線に作っていくのが難しいです。この針金の先端をこのようなペンチで90度に曲げたら、このようなバイスに固定してまっすぐにしていきます。先ほど90度に曲げたこの針金をここにセットして外れないようにきっちり固定したら、この電動ドリルの先端の部分にこの針金を合わせて回して締め上げて固定していきます。あとはこれを電動ドリルを絞り上げて、はい、こんな感じで綺麗な一本の直線の針金ができてくれたので、この部分にほんの少し曲げ加工を施してあてがっていきます。この曲げ方は結構簡単で、こんな感じでアバウトに曲げていくだけなんですが、これが意外と綺麗な曲線になってくれます。でこの針金をこのバンクの側面に仮固定したいんですが、それに使うのがこのタッカーで仮止めをしてみます。はい、でこんな感じで一応曲線は描くことができました。でタッカーの固定の位置はこんな感じで仮固定ではあるんですけど、しっかり止まってくれているんで、これでマジックで線を引けばいい感じになると思います。
はい、一応結構綺麗な曲線が引けました。線を引き終えたので、このバンクの部分を下ろしてこの曲線に従ってカットしていきます。はい、それでバンクのこの部分なんですけれども、こういった部分が直角になっていると FRP がものすごく施工しづらいです。なのでこのバンクのこの前面を下ろすのにあたって、この部分の板もトリマーで滑らかに曲線加工にして FRP の施工もしやすく、かつ FRP がしっかり眼心できるような状態にして、この部分を曲面加工にしたいと思います。これまためちゃくちゃ面倒なんですが、再度バンクの部分を分解してバンクの側面を曲げ加工を行っていきます。マジックで引いた印をジグソーでカットしていきます。これはゆっくり進んでいけば綺麗に切れるということが分かったので、ジグソーの速度を1でゆっくり切っていきます。力を入れずかなりゆっくり切ったので、いい感じに曲線で切ることができました。表面をチェックすると多少バリが出ていますが、かなりいい感じに切れています。このうまく切れた側面を利用して、こちらにもマジックで転写をして同様にジグソーでカットしていきます。今回の DIY でジグソーはゆっくり切ればかなり綺麗に切れることが分かりました。こちらも表面も裏面もかなり綺麗に切れています。2枚を重ねてみてもほぼ同じような形で綺麗に切れています。次はバンクの底面も角を取って丸くしていきます。今回はトリマーの粉塵対策として集塵プレートを購入しました。これを取り付けてみます。実際に合わせてみるとこんな感じでぴったりネジ穴が合うので、このまま加工をせずに取り付けられます。いい感じですね。これだけでも一応集塵はこの部分の横のところからできると思うんですが、これに付属のこのプレートをつけることによってさらに集塵能力が高まるみたいです。使用するトリマービットは坊主面コロ付き 21mm。 これはこのような傘のような形状で、これをトリマーにセットして2本のレンチで締め上げて使います。実際に角を落とすとこんな感じで、わずか 1,2 分の作業でこのように綺麗に角が取れてくれます。気になっていた粉塵対策もバッチリうまくいっていて、ジグソーの時と比較してほとんどおがくずも出なくなりました。この集塵プレート、掃除機とトリマーを接続するだけのものですが、ほとんどおがくずが出なくなったのでかなり気に入りました。曲線切りした側面の板を再度ビス止めしてバンクを組み上げます。はい、この曲線部分にこのプリント合板を貼っていきます。これはこんな感じでプリントされた板になっていて、 2.5mm の合板でこのようにぐにゃぐにゃに曲がってくれる板になっています。価格は1枚1000円ぐらいでしたね。はい、こんな感じで乗せただけで結構曲がってしまうので、ちょっとこの部分にビスを打ちづらいんですが、とりあえず頑張ってビスを打ってみようと思います。後ほどわかるんですが、このビス打ち失敗でした。とりあえずこちらの曲線の部分とこのラインをビス打ちしました。それで裏側から回るとよくわかるんですけども、このようにこの MDF ボードの合板が柔らかすぎるので、こんな感じでたわみが出ています。でこれは前にプロトタイプを作った時もこの真ん中の部分も曲線を描くようになっています。ただこれはこのように上に平らな細い板木を支柱的に入れてあげればこんな感じでまっすぐになってくれることは分かっているので、こちらも仮でビス打ちをした後にこの余分な部分をジグソーでカットして、ホームセンターでカットしてもらった時の端材がこのように余っているので、それをこの部分の上の部分に何本か貼り付けて、この曲がった曲面をこんな感じのプロトタイプのようにまっすぐな直線に
仕上げたいと思います。で、念のためこの部分が圧力がかかっているので、スコヤできちんと90度が出ているか確認しているんですが、問題なく90度出ています。ここも大丈夫ですね。はい、この部分もきっちり90度が出ていますので、問題なくこの部分90度出ています。で、反対側の方も確認してみると、反対側の方はこんな感じで近づけてみると、ほんの少し外側に広がって90度が出ていないので、貼り付ける際に少しだけこのように手で圧力をかけながら90度が出るラインを見極めてビス打ちをしていきたいと思います。こんな感じで角の部分にスコヤを置きっぱなしにして、膝で少しこの板を内側に押しながらビス打ちをしていきます。一応こんな感じで3分の2ぐらい腫れた感じですかね。一応こんな感じで直角もきっちり出せるようになりました。なのであとはちょっとこの余分な部分を切って、そしてもう一度仮置きして、どのぐらいの長さまでこの板をもう1枚貼らなければいけないのかも確認してみます。余分な部分のプリント合板をジグソーで切っていきます。で、この 2.5mm のプリント MDF 合板を貼った状態なんですけども、ホームセンターでこのサイズをぴったりに切ってもらうと、もしほんの少しだけ微調整をしなければいけない時に、ビスを打てる幅が片側 1.2 センチしかないので、遊びが全くない形になってしまいます。そんな感じだとほんの少し微調整が必要になった時にビス打ちができない状況も想定されたので、ほんの少しだけなんですが、このように長めに MDF ボードをカットして貼り付けています。で、おそらくなんですけれども、この MDF ボードを上から板で押さえつけてきれいに垂直出しをしようとすると、おそらくこの側面の幅がほんの少し変わったりすると思いますので、そういった時にもこのビスを緩めてほんの少し微調整したりしたいので、そういった形でこの 2.5mm の MDF ボードは少し長めにカットしています。このバンクをこの上に乗せていくんですけれども、車体が傷つかないように念のためこういうスポンジタイプのジョイントマットを置いて、上にスライドさせて配置するような感じにしています。この金具の上にバンクが乗っているかを確認して、再度向こうからビス止めをしていきます。この現場合わせが結構めんどくさいです。このダイソーのこのマグネット付きのこのネジを入れる皿、めちゃくちゃ使いやすいですね。ここに貼り付けとけば手が届く範囲でビスを止めれるんで、これめちゃくちゃいいですね。で、次にこの部分に隙間が空いているので、この辺りをかさ上げして、この隙間をなくしてビス止めをしやすくします。それには移動する時にさっき使っていたこのジョイントマットというのを使って、これを折り曲げてこの部分に敷きます。そうするとほぼこんな感じで、もうあとは2センチぐらいこう縮めてあげればビス止めできるようになったので、これでビス打ちをしていきます。こんな感じで一応ビス止めは終わって、反対側の方もこんな感じでビス打ちは全て終わっています。で、隙間自体もこんな感じで私が想定していた感じの隙間にはなっていますね。それでこの中に入ってみているんですが、やはりこの部分がちょっとたわんでしまっていますね。このたわみが出ていることによって、ほんの少しなんですけれども、これが1センチぐらい外に飛び出ちゃってる感じになっています。この点も解消しつつ、この部分の天井は一旦取り外したいと思います。とりあえずこの位置をバチッと合わせて、もう一度このバンクを取り外して組み直します。はい、このバンクの部分なんですけれども、この端っこから上に行くにつれて、ほんの少しこういう内側に
この力が加わって傾いていて、この端っこからこの端っこまでの長さは 1676mm なんですが、実はこの上の部分を測ってみると、この部分が 1643mm しかありません。要は2センチぐらいちょっとこちら側に縮んでしまっているような状態になっています。これは理由があって、この上のこのプリント合板を貼ったことによってこんな感じで内側に働く力があって曲がってしまっている状態になっています。でこれを解消するために一旦このプリント合板を外して、でこの上の部分に 1676mm の板を貼り付けて、ここの長さとここの長さがきちんと平行が出るように、これを一旦仮止めしたいと思います。長い横の支柱をビス止めしたら、プリント合板を養生テープで仮止めしてビスで固定していきます。はい、こんな感じでやはり若干たわんではいるんですけども、どうにか貼ることができました。ここに足りない分としてもう1枚プリント合板を貼っていきます。プリント合板をビス止めし、長い部分はジグソーでカット。仮止めしていた横の支柱も一旦外しました。はい、こんな感じで今ここの横の支柱のような板を取ったんですけれども、こんな感じで結構たるんできましたね。下から貼っているこの板に関してはこんな感じで膨らんでいる状態になっています。でこれを修正するために、こちら側のラインは綺麗に直線が出ていますので、この辺りに板を貼って、この膨らみとこのたるみを板を貼ることによってなくしていきたいと思います。はい、板をこのように上からあてがったので、こちらの膨らんでいた方の板はだいぶ膨らみが改善したんですけれども、こっちの細長い方の板がですね、ちょっとうまくいってないですね。でこの上の板に下からビスを打ち付けてもいいんですけれども、それでもおそらくたわむであろうと思われるので、このたわみを解消するにはちょっと違う作戦でこのたわみをなくしていこうと思います。それにあたって今ざっくりプリント合板を切ってるんですけども、もっとこの側面の壁の部分の上にバッチリ合うような形でカットした方が綺麗にうまくいくと思うので、この部分に線を引いて、あとはこの反対側の部分にもこの部分に線を引いて、この線と向こうの線をつなげてこの板をカットしたいと思います。マジックで線を引いていきます。さっき印をつけたこの線とこちらの線を平らな板で印をつけます。クランプで固定を終えたので、以前の動画で作った180センチの丸ノコ定規でカットしていきます。こんな感じでめちゃくちゃ綺麗に切れてくれました。私が適当に切ったジグソーの切れ味とは全く違いますね。丸ノコやっぱりめちゃくちゃ切れ味がいいです。でこのプリント合板なんですけども、このようにちょっと持っただけでかなり曲がってしまうので、これを防ぐために丸ノコで余った端材を切って横に通す支柱をカットしました。今回は自分で切っていますが、本来はホームセンターでカットしてもらうのが良いと思います。はい、こんな感じで 12mm の針葉樹合板を細くカットしました。でこれを使ってこのペラペラなこのプリント合板にもう持っちゃうとこんな感じで波打つぐらいに柔らかいんですけども、これにこの先ほどカットした針葉樹合板をこのように並べていって、一本一本木工ボンドで貼り付けていきます。こうすることでこのたわみみたいなものがなくなると思いますので、木工ボンドで貼り付けてみます。隙間が 7,8 ミリ空くぐらいの隙間で木工ボンドで貼り付けてみました。木工ボンドの乾燥を待っている間に、膨らんでいたバンクの前方にも支柱をビス打ちして固定しました。
木工ボンドで接着して6時間ぐらい経ってこんな感じでガチガチに固まってくれました。こういう感じで曲げることができるので、もうこれで貼ってしまいたいと思います。はい、でちょっと1箇所このように1本支柱を外しました。これ理由としてはこの部分にどうしても段差ができてしまって、実はこんな感じで結構な隙間が空いているので、ここはどうしても塞ぐ必要があるので、溶接をする時に購入したこの鉄の板を使ってですね、うまく乗せてあげるとこの段差が消すことができたので、ここを下から確認していただくとこんな感じで、ちょっとラインは入っているんですけれども、これは OPP テープを横から貼ってあげればこの段差は消せますので、この方向で段差を消して、でかつこの上の部分はこんな感じで板を当てて、この下と上の隙間をバッチリ埋めたいと思います。これで板を乗せちゃいます。板を乗せて仮固定できたらビス止めします。はい、で一応こんな感じでいい感じに固定はできてはいるんですけれども、下を確認すると一応隙間ですとかそういったものはなくなりました。なんですけれども、この上に乗せている鉄板を外してしまうとこの部分がむき出しにやはりなって、ここに隙間がまた空いてしまうので、ちょっとあんまりやりたくないんですけれども、ここに細めのビスを何本かこのラインに沿って細いビスをこの部分に打っていこうと思います。おー、首が辛い。バンク部分のビス打ちに加えてキャンピングシェル全体のビス打ちを行いました。はい、このバンクの固定なんですけれども、取り付けた時と同じやり方でこの部分にこんな感じでかさ上げをして取り付けました。でこれはこの部分で突っ張ってなくてもすでに自立してくれてる状態なんですけど、もし地震があった時にこのバンクが倒れてくるのが怖いので、念のためこのようにつっかい棒をしてあるんですけども、外しても問題ない感じにはなっています。こんな感じで仮置きをしてみました。一応広さ的には結構大きいなという印象があるんですけれども、バンクの中は手前味噌ではあるんですけど、かなりいい感じにできたと思っています。このバンクもほとんどこの部分スライチのような感じでピタッと収まってくれていますし、この部分もきっちり測りながら採寸してやったのでピタッと収まってくれています。ちょっとこういった部分は一部隙間が空いていたりするんですけども、この部分は OPP テープで塞ぐ予定なので何の問題もありません。で横を見ていただいて天井を見ていただいてもこんな感じでほぼスライチのような状態になってくれています。この部分ほんの少し段差があるんですけども、この段差も結局 OPP テープで塞がなければいけないので、これも全く問題ありません。それで後でビス打ちで留めた部分なんですけれども、ここもスライチになってくれました。このビスが表面に出てるんですけども、これも OPP テープもしくはセロテープでこの部分を塞いでしまいますので、この線やこのビスは全て消えてしまいます。バンクは個人的にはもう本当に手前味噌ではあるんですけど、個人的には満足いく出来になりました。で前の方に回っていってみます。それでこちらの方もこんな感じで補強しているので、たわみや反りがほとんど出ていないような状況になっています。もうカメラでも全く映らないぐらいのほんの少しこういう丸い感じになっているんですけども、これはこれで私は気に入っていて、雨が降った時に雨ですとか風がこの真ん中を中心にこちら側とこちら側に流れていってくれる形状になるので、これはこれで私はかなり気に入っています。バンクの上から確認してみるとちょっとこんな感じで継ぎはぎな形状にはなっているんですけども、おそらく FRP で実際に施工した時にいい感じに型が取れてくれると思います。こんな感じで私が入ってみると天井までの高さに隙間があるのでかなり広いです。で寝転がってみてもさすがに横に寝転がることはこうやってできないんですけれども、縦には
かなり余裕を持って寝転がれます。これは大人2人で横になって寝転がっても余裕ですね。で、私がいつもエブリィで使っているセルタンのセミシングルのマットレスを引いてみると、ソファーモードでもこんな感じでかなりのスペースがありますし、ベッドモードにすると余裕で寝れる広さになります。セルタンのセミシングルのマットレスとセミシングルワイドのマットレスを2つ引いて小型のポータブル電源を並べてみました。実際に寝てみると天井まで高さがめちゃくちゃあるので開放感はすごいです。おそらく大人2人で寝ても快適に眠れるとは思います。この部分のスペースは断熱材のことを考えても25センチ近いスペースを確保できるので、それなりのものを足元に置くこともできます。このマットレス自体もこのバンクの中にそのままこんな感じで収納することもできますし、ポータブル電源ですとかこんな感じでバンクの中にいろんなものを積み込むことができます。いずれにしてもこの型を組むだけだったらそんなに時間はかからなかったので、ホームセンターで本当にカットしてもらってよかったなと思います。この FRP のキャンピングシェルを何としても成功させていい感じに作ってみたいので、もしこの動画が気に入っていただけたらチャンネル登録や高評価で応援していただけると嬉しいです。次はやっと涼しくなったので FRP を貼れます。ぜひ楽しみにしていてください。